こんにちは。仕事に役立つ文房具のお店、天の仕事道具店の店長天です。今日はケアレスミス注意散漫でミスが多い私が実際に使って改善したなぁと実感したミスを防いでくれる文房具とその使い方を紹介していきます。ミスをするとどんどん自信がなくなって辛いですよね。何か一歩抜け出せるきっかけになれば幸いです。文房具を紹介する前に先にね、私のミスの原因を共有します。原因がね、わからないと解決策の方向性も決まらないので、皆さんもぜひ自分のミスの原因をまず考えてみてください。私のミスの原因の一つ目は、作業の途中で別のことを考えたり、または違うことをね、気がついたらし始めちゃうということです。パソコンで単純作業をしている時とか、あとパソコンの読み込みが遅くて数秒の待ち時間できた時、そんな時に別のことを考えたりとか、目の前のことをほっぽり出しちゃうっていう、状態にあります。最初はね、ちょっとした待ち時間がもったいないから効率化だなと思って数秒の待ち時間も他のことをした方がいいんじゃないかと思っていました。でも一回目の前の作業を中断することでどこまでやったのかが曖昧になったり、セッションがね切れて再度やり直しになったりとか、イレギュラーが発生して臨機応変に対応しているつもりが、その結果ミスを招くということに気がつきました。で、気がつけばやりっぱなしの途中のものがたくさんあって、どれもちょこっとしたミスが起きていて引き継げないとかやり直せないという状況に。なので一つの作業が終わるまで他のことをやらないっていう、まずはね自分ルールを決めて、それでも他のことを気を取られてしまうっていうのを文房具で解決していこうと思って使い始めました。2つ目は手順の確認やダブルチェックを怠るです。これはね、怠らなければいいじゃんと思うんですが、パソコン作業で手順が曖昧でもメモを開く労力よりあちこちにね触ってみて、いい感じになんないかなみたいな、その目の前のことだけでなんとかできないかなっていう手段を取っちゃったりとか、目の前のことが完了するとはい終わり次みたいな気持ちが高ぶってチェックを忘れがち。何年もね怠らない、きちんとやるっていうのを心がけてきたんですけど、なぜか私にはできないということで、自分の特性を把握したので、そこに合わせて文房具で解決してきました。今日はこの2点を軸に文房具を紹介していきます。ミスを防ぐのに役立った文房具1つ目はメモパッドまたはノートパッド、どちらでも大丈夫です。ノートとは違って表紙をめくらずにすぐに書き込めるのがポイント。フライングタイガーで去年たまたま買ったこちらのねノートパッドを使い始めたのがきっかけです。こちらは使い切ってしまいました。なので今年から使っているのはこちらビスポークレタープレスのノートパッドです。こちらはね海外ブランド、オーストラリアのブランドなので日本ではちょっと手に入りにくいかなと思いますが、特段このブランドがいいよっていうわけではないので、全国文具店で手に入りやすいマルマンのニーモシネシリーズなどからもね、英語サイズのメモパッド販売されているので、よかったらね、そちらをぜひチェックしてみてください。で、使い方ですが、至ってシンプルですね。パソコンの横に置いておくだけです。作業中に疑問に思ったこと、後で調べたいこと、あとは何か自分の中で今後はこうしようと決めたルールなどを書き込みます。で、書いたら一旦忘れて目の前のことに集中。作業に関係ないことを思い出したり思いついた場合もここに一旦書いて忘れます。どうしてもね、緊急の用事を思い出して目の前のことを中断する必要があるときは、どこまでやったのか、あと何をやれば終わりなのかっていうのを書いてから中断します。最初のね、うちは気がついたら違うことを考えたりとかね、し始めてしまっていたりとかだったんですけど、その状態に気がついたらノートパッドに書いて作業に戻るようにしていました。で、何ヶ月か経つとね、一旦書いて忘れるっていうこの作業が身についてきて、気がついたら違うことをしていたというのもね、だいぶ減りました。メモパッド、ノートパッドは表紙をめくることなくね、すぐに書き込めるので、メモを取ろうとしている間、そのちょっとの間に他のことに気を取られるっていうことも少なくなりました。
ですぐ書き込めるのが重要なので、メモパッドがなくても余っている紙をね、束ねたものでも OK です。リングノートのようにパタンと開いたままにできるものを横に置いておいてもいいと思います。もうとにかく気が散りそうになったらここに書いて一旦忘れるをひたすら繰り返し、根気よくやり続けたらミスが減りました。2つ目は横長ノートです。こちらは先ほどのノートパッドと同様の使い方になります。リングノートタイプかパタンと開くタイプのノートを私は使っています。ノートパッドとね違うのは、横長だと頭の中の、状況をよりね直接的に書きやすいということ。言語化できないアイディアなどは横型の方が書き込みやすいです。で、縦と横どちらを使うかは好みだったりシーンに応じると思うので、両方試してみて書きやすい方でいいかなと思います。ちなみに私はパソコンの手前に置けるので、書き込む間に他のことを考える隙がなくて、横型をね気に入っているのと、表紙がついていて持ち運べるので、横長ノートを使うシーンが多いかなと思います。他にもね、ミスするときに手順の確認をね怠ることを挙げていたかと思います。そもそもマニュアルがない仕事をすることもね多いので、その場合はこの横型ノートに一回ね手順を書いてみて、その手順でミスなく漏れなくできそうなのかっていうのを事前に確認したりとか、あと自分の中で不明な点がないかっていうのを確認するようにしています。そうすることでイレギュラーが発生しないので、ミスがね起こりにくいです。このイレギュラーを起こさないっていうのがミスを防ぐ上ですごい大事で、例えばちょっとしたミスをしてそれを修正しているうちにまたねちょっとしたミスをして、でそれも修正してって、そんなことをしているうちにどこまでが正しい状態なのかっていうのがね分からなくなっちゃったりとか、こっからどうやって正しい手順まで戻ってくればいいのかみたいなのを、イレギュラーで考えることになるとミスがね起きやすくなるなと実感しています。つどつど対応していくことを臨機応変って言えば聞こえばねいいのかもしれないんですけども、そういう状態の時ね、私はねもう確実にミスっています。でしかもその状態の最中には緊張とかね興奮もあって冷静にはなれないので、もう全然手順がずれていってることにも気がつかないんですよね。なので最近は横長ノートやノートパッドが目に入るところにあるおかげで、ちょっとおかしい、一回状況を整理するために書き出そうと、冷静にねなれるようになってきました。いや、自分のね頭の扱いにくさには毎度ねびっくりしますということで、ミスの原因の一つ目、作業の途中で他のことを考えたり違うことをし始めてしまうっていうのは、すぐに書き込める環境を作って、さらに書き込む間にも気が散らないように、そういう文房具を選んで、なるべく目の前の作業を中断させず、そして集中力を切らさないように工夫することで、実際にねミスが減ったと実感しました。すぐに試せるアイデアだと思うので、ぜひねお試ししてみてください。次は2つ目のミスの原因、手順の確認やダブルチェックを怠るを改善した文房具、アトマのページが入れ替えられるノートです。こちらには自分だけのマニュアルを作成しています。手順を一度書き出すことで不明点がね明確になる。で、ミスをしたところには赤文字で注意を入れておく。自分の中で分かっていることはここにはわざわざ書かず、最小の文字量で読みやすくする。そんな感じで作った自分だけのマニュアルノートです。特に注意事項とか失敗した点を赤いペンとかで書き込んでおくのはミスのね再発防止に役立ちました。そしてこのノートはページを簡単にね入れ替えることができるので、よく使うページを前の方に入れ直したりとか、カテゴリーごとにページを入れ替えて整理することができて、すごくね使い勝手がよく気に入っていました。ただね、ここ数年日本ではもうちょっと手に入らないみたいで紹介をためらっていたんですが、なんとこの度天の仕事道具店が日本で唯一このメーカーさんのノートをね取り扱うことが決まりました。こちらのね2種類のカバー、そしてワンサイズ小さいものも用意する
予定です。はい。で、早ければ年内に販売スタート予定ですので、もう少々ね、お待ちください。ただね、ちょっとめちゃめちゃ円安なので、値段はね、少しノートにしては高いのかなという感じなんですけど、それでもこの使いやすさっていうのはぜひね、手に取って感じてほしいです。こちらはね、発売開始の目処が立ったらまたご案内します。で、ページが入れ替えられるノートは一応他にもロールバーンから出てるフレキシブルシリーズとかパステロとかもあるので、気になる方はぜひこちらもチェックしてみてください。次も確認ダブルチェックをしやすくする工夫をするための文房具。留める部分が比較的幅広タイプのクリップたちです。で、こちらはどうやって使うのかと言いますと、まず作業前に手順を書いたメモとか、ダブルチェックの項目を書いたメモとかを用意して、で、そのページや紙が見えるようにクリップで挟んで留めて、パソコンとか作業台の近くにね、置いておきます。で、作業の途中とか終わりに手順の確認ノートを開くっていうのは、かなりね、億劫なんですけど、先にノートを出しておくとか、チェック項目を箇条書きにしておくっていうのは意外と私はできるなということに気がついたので、私の場合は先に準備。で、作業中は視線を動かすだけでその内容が確認できる状態にしてから作業を始めるっていうことで、確認めんどくさーってね、怠ったりとか、そもそも忘れちゃうっていうことが減りました。クリップもね、視界の端に映るので、気になる方はペンコプラクリップのようなシンプルなデザインのものがおすすめ。ただ可愛いものに囲まれている方がやる気が出るよっていう人は、このじっとめっていうね、猫型のクリップもすごい可愛いのでね、おすすめです。個人的にこの2つのクリップを気に入っている理由は、クリップの開閉がね、かなり軽い力でできます。指ね、3本ぐらいで軽く開け閉めできます。こういうね、クリップってめっちゃ硬い、手のひらを使って開けるタイプも多いんですけど、メモを開いて置いておきたいくらいの用途であれば、軽い方がね、楽でいいなと思っています。最近ブームなのか、いろいろなメーカーさんからクリップたくさん発売されているように感じるので、ぜひね、自分の用途に合ったクリップ一つ持っておいてもいいかなと思います。こんな感じで確認がしやすい環境を作っているんですが、最初のうちは特にね、最後の確認っていうのをちょっと忘れやすかったので、付箋に確認することを書いて、パソコンとかモニターなどに貼り付けて忘れちゃうこと自体を防止していました。はい。というわけで、私のミスを防いでくれている文房具の紹介でした。最後までご覧いただきありがとうございます。ミス防止についてもっとこういうアイディアもあるよっていうのがあったらコメントでぜひ教えてください。皆さん一緒に頑張りましょう。またね。